皆様、明けましておめでとうございます。ソニック研究員のケイティです。助手のマルルです。気づけばもう2024年。昨年2023年は、ソニックオリジンズプラスが発売され、ソニックフロンティアの DLC が完結し、さらに 2D ソニック完全新作のソニックスーパースターズが発売するなど、非常にソニックが盛り上がった年になりましたね。1年を通してずっと新作が控えてた感じだよな。本当に幸せだった。去年がソニックフィーバーだったのは間違いないですね。ですが今年2024年も、ソニック界を盛り上げるイベントが目白押しです。ということで今回は、2024年のソニックの展望を徹底解説していきたいと思います。まずは現時点で分かっている情報をまとめて紹介して、その後、2024年のソニックはどうなるかという点について、私が考えていることをお話しする予定です。それでは早速行ってみよう。2024年のソニック、まず最初にご紹介するのは、ソニックシンフォニーです。ソニックの名曲たちを、オーケストラとロックバンドで奏でるコンサートになります。現在世界中を回るワールドツアーを開催中で、その日本公演が、2024年2月11日に開催されます。当日はスクリーンにゲーム映像が流れる中で、懐かしの16ビットの曲からロック曲などを、豪華オーケストラとロックバンド演奏で体感できるとのこと。ソニックシリーズの音楽を担当している瀬上淳さんや、大谷智也さんもゲスト出演するぜ。会場は渋谷にあるラインキューブ渋谷で、チケットは A 席で9900円、S 席で15000円です。S 席には、アクリルスタンド、クリアファイル、メタルピンズ、レプリカチケット、不織布バッグといった特典が付きます。ソニックシリーズといえば、音楽のクオリティが抜群に高いことでも有名。この動画を見てくださっている方の中にも、ソニックの曲が大好きという方が大勢いるでしょう。日本でソニックのコンサートが開催されることは滅多にないので、ぜひこの機会に、ソニックの名曲たちを生で体感してみてはいかがでしょうか。ちなみにチケットは、ローソンチケット、チケットピア、E プラスで売ってるぜ。それぞれ販売期間が異なっていますので、購入する際はご注意を。続いては、世界中で大ヒットしたソニックの実写映画の続編、ソニック・ザ・ムービー3についてです。2020年に1作目、2022年に2作目が公開され、どちらも世界中で大ヒットを記録したソニック・ザ・ムービー。その最新作となるソニック・ザ・ムービー3が、2024年12月20日にアメリカで公開予定です。今回の注目ポイントは、なんといってもあのキャラが出てくること。この最新映画には、ソニックシリーズの大人気キャラクター、シャドウ・ザ・ヘッジホッグが登場予定になっています。前作ソニック・ザ・ムービー2のラストで、シャドウと思われる人物が一瞬登場しましたし、昨年末にザ・ゲームアワーズの公式 X から、これまたシャドウと思われる人物の画像が公開されました。これらのことから、ソニック・ザ・ムービー3はシャドウがメインのストーリーになってくると思われますね。前作のラストでは、シャドウが誕生するきっかけになった、プロジェクトシャドウという単語も登場してたぜ。どんな物語になるのか楽しみだ。ちなみに、2024年12月20日という日付はあくまでアメリカでの公開日ですので、日本での公開日はまだ未定です。前作と前々作では、アメリカで公開されてから約4ヶ月後に日本で公開されるといった感じで公開日がずれていたので、もしかしたら日本での公開は、2025年にずれ込む可能性もありますね。こればっかりは公式からの続報待ちになるから、今後の情報を要チェックだぜ。続いては、ソニックプライムシーズン3公開。2022年にシーズン1が公開されたソニックのアニメシリーズ、ソニックプライムの続きが解禁されます。公開日は2024年1月11日とのことで、本当に間もなく解禁ですね。前回までに引き続き、ネットフリックスでの独占公開になります。今作はいわゆる、マルチバース系の物語です。エップマンと戦っている最中、ソニックはパラドックスプリズムという物体を壊してしまい、その結果、世界がめちゃくちゃになってしまいます。そこでソニックは様々な異世界を駆け巡り、壊れた世界を元に戻すべく奔走することになります。いろんな世界で、テイルスやナックルズによく似た人物たちと協力しながら、ソニックが大冒険を繰り広げるぜ。最近出番が少なめだったシャドウやルージュも出てくるので、彼らのファンも必見のアニメです。また今作は全24話と言われており、現在シーズン1、シーズン2で各8話ずつ、合計16話まで公開されているため、今回のシーズン3で最後になる可能性が高いです。まだ16話までしか出てないから、今から見始めても簡単に追いつけるぜ。評判も非常にいいので、興味がある方はぜひネットフリックスに登録して、見てみてくださいね。続いては、Steam 版ソニックアドベンチャーデラックス、ソニックアドベンチャー2が日本でも配信。ソニックシリーズが誇る名作、ソニックアドベンチャーデラックスとソニックアドベンチャー2が、ちょっとだけ遊びやすくなりました。この2作品は、ソニックシリーズの中でも特に人気が高いゲームなのですが、残念ながらスイッチや PS4、5には対応していません。今から遊ぼうと思うと、PS3 か Xbox でダウンロード版を購入するしかなかったんですね。そこに第3の選択肢として、2024年からは Steam でも遊べるようになるとのことです。海外ではもっと前から Steam 版があったのですが、それが今回、日本でも解禁されました。ただ Steam は PC で遊ぶプラットフォームなので、多少遊ぶハードルが下がったとはいえ、まだまだ十分とは言えないでしょうね。やっぱりスイッチ版とかが出ないと、たくさんの人に遊んでもらうのは厳しい気がするぜ。
また配信時期についてもまだ未定で、2024年の早い時期、とだけ明言されています。ただソニックアドベンチャーデラックスもソニックアドベンチャー2もめちゃくちゃ面白いゲームなので、Steam の環境がある人は、配信が始まったらぜひ遊んでみてください。以上が、現在公開されている2024年のソニック動向になります。今年も色々ありそうだけど、今のところ最新ゲームの情報はないな。去年と一昨年が出過ぎでしたからね。ただ、まだ今年も最新ゲームが出る可能性はあると思います。最近のソニック界では、ゲームの情報が急に出てくることが多いです。例えば去年発売したソニックオリジンズプラスは、発売の3ヶ月前に急に情報が出てきました。そもそも開発してることすら知らなかったから、これめちゃくちゃびっくりしたぜ。他にも、ソニックフロンティアの DLC 第3弾も、配信の1ヶ月前に急にアナウンスが出ました。このように、最近は急にゲームの最新情報が出てくることが多いので、今年もどこかで急に来る可能性は全然ありますね。そして、もし今年何かしらのゲームが出るとすれば、このようなゲームになるのではないかと予想しています。ソニックアドベンチャー1、2のスイッチ版。もしくは、従来の 3D ソニックのようなゲーム。どういうことか説明します。まず大前提として、今後のソニックシリーズのメインとなるのは、ソニックフロンティアをベースにしたゲームになるでしょう。ソニックフロンティアは、今後20年戦えるソニックを作るというコンセプトで制作され、結果それが大成功を収めました。そのため、これからの本流がソニックフロンティア路線になっていくのは、間違いないと思います。ですが一方で、ソニックフロンティアレベルのゲームを作るには相当な労力を要するはずです。さらに昨年、大ボリュームな DLC が配信されたことを踏まえると、最新作の開発はほぼ進んでいないと思われます。そのため、2024年にソニックフロンティアの流れを組んだゲームが出る可能性は低いでしょう。ですが、せっかくソニックが再び盛り上がり始めている今、この流れを途切れさせないために、何かつなぎのようなゲームを出す可能性はあるんじゃないかと思っています。例えば 3D ソニックが出始めた頃も、合間にゲームボーイアドバンスなどで 2D ソニックを挟み、ずっと新作が出続けてる状況を作っていました。今回も、これと同じようなことをするんじゃないかと予想しています。またもう一つ、2024年は、シャドウの年になる可能性があるんですね。一体どういうことか。去年と一昨年の2年間で、ソニックの開発陣はテイルス、ナックルズ、エミーの3人をとても丁寧に描写していました。特にソニックフロンティアでは、この3人がどんな性格をしていて、どんな特技を持っているのかという点が非常によく描かれていましたね。これは、ここ10年のソニックシリーズを知ってる身からすると、非常に感慨深いことです。2010年以降、ソニックシリーズでは登場キャラが激減し、操作キャラはソニックのみという状況が続きました。2017年発売のソニックフォースでは久々にいろんなキャラクターが登場しましたが、今度は逆に何の説明もなく大量のキャラが出てきたので、ソニックをあまり知らないプレイヤーたちは置いてけぼりにされてしまう羽目に。その反省を踏まえてなのかはわかりませんが、ソニックフロンティアでは、登場キャラクターをテイルスとナックルズとエミーに絞り、彼らを丁寧に描いていくことで、ソニックをあまり知らない人たちでも、この3人が何者なのかがわかるようにしていましたね。さらにその前後に 2D ソニックのゲームを発売し、そこでもこの3人を操作キャラにすることで、新しいソニックファンにテイルス、ナックルズ、エミーの存在をしっかり印象づけました。そのおかげで、ここ最近のソニックを遊んだ人であれば、この3人がどんなキャラなのかがよくわかったんじゃないかと思います。これまでソニックの知名度だけ群を抜いていたところ、テイルス、ナックルズ、エミーの3人が少し追いついてきたイメージですかね。今の制作陣は、ソニックシリーズに登場するいろんなキャラクターたちをもう一度丁寧に描き直し、しっかりファンの中で定着させようとしてるんじゃないかと思います。これは時間がかかるやり方ですが、その分うまくいけば、全キャラクターに一定層のファンがつくといった夢のような状況にもなり得ますね。そしてもし、本当にそのような戦略をとっているならば、そろそろ次のキャラが取り上げられてもいいはず。ソニックシリーズに登場する数多くのキャラクターの中で、次に取り上げられるのが誰かと考えると、やはりシャドウが妥当でしょう。ソニックシリーズの超人気キャラですし、テイルスたちにも引けを取らない知名度を持っています。テイルス、ナックルズ、エミーに加えて、このシャドウの知名度も上がってくれば、かなりいろんなゲームが作れるようになるでしょう。以上の2つ、つなぎのゲームを用意するという点と、シャドウを押してくるという点を踏まえると、2024年のゲーム展開として最も可能性が高いのは、ソニックアドベンチャー2のスイッチ移植です。ソニアド2はシャドウが初登場した作品ですし、リメイクならともかく、移植であれば必要な労力はかなり減ってくるはず。さっきも紹介したように、今年は Steam 版のソニアド1、2が日本でも配信されるので、その流れで、この2作品がスイッチなどにも移植されるのは、割とあるんじゃないかと思っています。もしくは、昨年末に配信されたソニックドリームチームのように、少し軽めな 3D ソニックを発売するという線もありますね。そしてそのゲームの中で、シャドウが大活躍するというのもあり得そうです。新作になるのでちょっと可能性は低いですが、実は裏で少しずつ開発が進められていたという可能性も捨てきれないでしょう。若干私の希望も含まれますが、以上の点から、もし今年もソニックのゲームが展開されるとしたら、ソニックアドベンチャー1、2のスイッチ版か、従来の 3D ソニックのようなゲームが出るんじゃないかと予想しています。
一体どうなるのかは、今後の情報に期待だぜ。ゲームの展開がどうなるにせよ、2024年がつなぎの年になる可能性はかなり高いんじゃないかと思います。次の対策が出るまでソニックの人気を保てるよう、私も微力ながら活動を続けていきますので、今年もみんなでソニックを盛り上げていきましょう。以上、2024年のソニックについてでした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。